人類史上最大規模の大量虐殺の一つを指揮した専制君主アドルフ・ヒトラーは民主主義国家において一体どのように権力の座についたのか。この物語は第一次世界大戦が終わる頃から始まる。1918年、連合国の進軍が成功し、ドイツは勝利できないことを悟り、休戦協定に署名し、戦いは終焉を迎える。ドイツ帝政が崩壊すると、市民の不安と労働者のストライキは全国に広がっていった。共産党員による革命を恐れた主要な政党は結集し、ワイマール共和国の議会を樹立させ、反乱を鎮圧しようと試みた。新政府が取り組んだ任務の一つが、連合国から要求された平和条約の履行。領地の10分の1以上を失い、軍隊の非武装を行った上、戦争責任を全面的に認めて賠償金を支払ったために、弱体化した経済はさらに衰退した。これらすべては多くの国家主義者や福音軍人たちにとっては屈辱だった。もし政治家や反戦論者による軍隊への裏切りさえなければ、大戦で勝利したのにと誤った恨みを持つに至った。ヒトラーはこれに固執し、顔面で変質的な妄想がユダヤ人に責任を負わせる方向に走らせてしまったのだ。彼の言動は反ユダヤ人論者の共感を集めていく。当時何十万人というユダヤ人がドイツ社会に溶け込んでいたが、ドイツ人の多くはユダヤ人をよそ者としか見ていなかった。第一次世界大戦の終結後、ユダヤ人たちの成功が破壊行為や戦争の不当利得として根拠もなく非難されることになった。これらの陰謀説は事実ではなく、恐れや怒り、偏狭な考えから生まれたのだ。これをどんなに強調しても強調しすぎることはないだろう。しかしながらヒトラーはそれによって成功した。国家主義の小さな政党に入党すると、その巧みな演説が彼をリーダー格に押し上げ、ますます多くの群衆を引き寄せていったのだ。ナチスは民衆の怒りに反ユダヤ主義を重ねて、共産主義と資本主義の両方ともがユダヤ人がドイツを崩壊させるための国際的陰謀であると非難した。当初ナチ党は人気がなかった。政府転覆を試み不成功に終わると、党は活動禁止を言い渡され、ヒトラーは反逆罪の罪で投獄される。しかし1年後に釈放されると、彼は即刻運動再建に取り掛かった。そして1929年、大恐慌が起きた。米国の銀行はドイツへの貸し付けを回収するに至り、すでに危機的状況のドイツ経済は一夜で崩壊。ヒトラーは大衆の怒りにつけ込み、都合の良い不満のはけ口にと状況を転じては古き良きドイツの栄光を蘇らせることを約束した。主流の政党はその危機を切り抜けることができず、反対派の左翼は内輪もめで結束していなかった。苛立つ市民の一部がナチ党に群れをなして集まり、たった2年で彼らの議会票は 3% 以下から 18% 以上に跳ね上がった。1932年、ヒトラーは大統領に立候補したが、勲章に輝く戦争英雄ヒンデンブルク元帥に勝ちを譲る。しかし 36% の支持票はヒトラー支持者の威力を誇示するに十分だった。翌年、顧問や実業家たちはヒンデンブルクを説得し、ヒトラーを首相に任命させ、ヒトラーの人気を利用してゴール達成を目指した。首相とは名ばかりの議会の事務長官だったが、ヒトラーは着実にその権限を拡大していく。彼の支持者たちは民兵組織を結成し、街頭で抗議者に対抗した。ヒトラーは共産党員による反乱への恐怖を煽り、法と秩序を復活できるのは自分だけだと主張した。そして1933年に若き労働者が国会議事堂に放火した件で有罪判決を受けると、ヒトラーはその事件を理由に政府を説得し、緊急時の権力を手に入れる。数ヶ月のうちに出版の自由は否定され、他の政党は解散の憂き目に遭い、反ユダヤの法律がいくつも可決された。ヒトラーの初期の過激な支持者たちの多くは、ライバルとなる可能性のある他の人材とともに逮捕後死刑となり、そしてヒンデンブルク大統領が1934年8月に逝去すると、選挙が行われないことは明白だった。ヒトラーの初期の政策には大規模な抑圧が不要だったことが不気味に感じられる。彼のスピーチは人々の恐怖心や怒りを扇動し、彼とナチス党支持を確実なものにしていった。また、実業家や知識人たちは世論に抗うことなくヒトラーを支持した。
彼らは自分自身に、そして互いに過激な弁舌は単なる芝居なのだと言い聞かせ合っていたのだ。数十年後の現在もヒトラー台頭の経緯は憤った大衆と彼らの怒りを募らせ、恐怖心を利用する指導者の下では民主主義の仕組みがいかに脆いものであるかという警鐘を鳴らし続けている。第二次世界大戦後、弱体化したドイツは歴史上最も悪名高い分断線の一つであるベルリンの壁によって国を二分されました。ベルリンの壁の建設に至った経緯と数十年後のその崩壊の背景をこの動画で探ります。